うちのゲーム界で人気だった国津屋作品ベスト10。あかりです。ずんだもんなのだ。今回はうちのゲーム界で評価の高かった国津屋先生の作品を10個ご紹介します。メンバーが仕事で忙殺されているので動画収録が全くできていないのだ。貧乏暇なしなのだ。3秒台も出さないブラック企業勤めは辛いのだ。そこで今回唯一暇なノッチが急遽この動画を制作しました。暇すぎて街を徘徊し、自転車で走ってるだけで職務質問されたりしたのだ。やることが何もないのだ。それではご覧ください。どうぞ。モダンアート。せーの。違うな。絶対漢字かもな。10、15、20。これ他ないか。1.5。他ないか。ない単位を言うといけん。他ないか。3、5、4。どうだよ。もうどうでもいいよ、そんなテンション上げんのんかな。国津屋作品の代表作、それがモダンアートと言っても過言ではないでしょう。競りの面白さの完成形がここにあります。競りが苦手な人にはおすすめできないけど、お子様から初心者様まで全ゲーマーにおすすめの一品なのだ。ハイソサエティ。それでようたんか。難しいな。そうって考えたらもらうべき。めっちゃ大きいぞ。急に思い出したよ。もらう。もらうとき。もらうとき。ミスリーをな気がしてならんわ。もらうとき。今年に入ってプレイし、2度目の大ブレイクを果たしたハイソサエティ。こちらも国津屋作品の傑作競りゲームです。誰でも簡単で短時間で遊べる点も傑作と言われるゆえんなのだ。ラー。パス。あれだ。入れようかさ。まだ入れてねえのにか。ちょっと部長が映り出したな。乗っかってきた。テレビ見るよ。いや。うちのゲーム界では国津屋3部作としてモダンアート、メディチ、ラーが選ばれています。こちらも国津屋作品の完成形の傑作と言ってもいいと思います。国津屋作品の中では少し難易度が高いゲーム。久しぶりに箱を出すとルールが全く思い出せないという所有者がここにいるのだ。チグリス・ユーフラテス。チグリス・ユーフラテスは、かつて、うちのゲーム界では、何ヶ月にも及ぶ連戦で、全員がハマりにハマった傑作ゲームです。難易度はかなり高く、ルールを把握するまで、面白さは見えてきません。ところが、何度か繰り返し遊んでいると、このゲームの奥深さが見えてくるようになります。チグリス・ユーフラテスは、そんな深い味わいを持った傑作ゲームの一つなのです。しばらくブランクが空くと難しすぎて完全にルールを忘れてしまうちょっと困ったゲームでもあるのだ。ウィナーズサークル。お、出た。向き。ウィナーズサークルは競馬のゲーム。気楽にかけて、気楽に遊べる楽ちんさがいいですね。うちのメンバーの一人は、このゲームに負けると、本当に不機嫌になるやつがいるのだ。賭け事はほどほどにするのだ。メディチ。
ああいいっすね。出さんのパス。 5。 5? 取るんだよあんた。ちょっと待って。パス。いいねじゃんいいね。1じゃん。 1じゃない。国津屋ゼリゲームの最後はメディチ。競りに何枚出すか、いくらで落札するか、一巡しかチャンスがない緊張感が楽しさの源泉にあります。競りゲームの中では一番ルールが簡潔なので、お子様や初心者様にもおすすめです。メディチで遊んで国津屋作品にはまり、先生の作品を買い漁っているメンバーがいるのだ。国津屋作品の中毒性には注意が必要なのだ。あ、そう。交易用を。城の時代は終わったか。ちゃんと時代が始まる。1個よな。かっちゃんが黄色でちょっとやる気なくしたね。しょうか。で補充。うわ。どんな感じ？コンパクトな箱の中身とは裏腹に、これほど濃い内容のゲームが他にあったでしょうか。国津屋先生の切れ味鋭い傑作ゲームの一つです。中身はすごいゲームなのに、短時間で誰でも遊べるゲーム。現在でも発売されているので、興味がある人はぜひ遊んでみてほしいのなんかだ。後追いしてか完治の方に金貢ぎおるゲーム。ツタンカーメン。あでも感知も持っとんじゃな。完治持っとるけどさガンチと部長じゃないチェンカと勝負しょるな。これ取っとくわ。はい。こっから全部外れてに行き、これはまだ計算せんの？うんそうそうそうじゃけこれがこれ全部が、でこれがもなくならうなくなるまではうん得点計算ならん。ならんとこあだけどな、ここじゃ最終はこの辺じゃ。そうそうそう。うんそうです。どうぞ。で最初は取り合いになって、うんこの辺まで来たら最後の1枚が出るでうん得点になる。分かった。おい国津屋先生が作ったすごろくゲーム。前にしか進めないという縛りが効果的で、タイル集めも悩ましく感じてしまいます。国津屋先生がすごろくを作ると、こんな魅力的なものになるという見本のようなゲーム。あまり有名ではないようだけど、ぜひ遊んでみてほしいのだ。もういきなりこれ取りきゃう。そうほぼ確じゃが。タージマハル。タージマハルは、発売から20年以上経過した古いゲームですが、全く色あせず、久しぶりにプレイしてみると、むしろ未だに新鮮な驚きのあるゲームです。このゲームは陣取り、ハンドマネージメント、セットコレクションと盛りだくさんなゲーム。国津屋先生の意気込みを感じる豪華な一品です。かつてはうちのゲーム界でも盛んに遊ばれたゲーム。しまい込んでしまうのは惜しい名作なのだ。最後はブルームーンレジェンドです。チームたまもののかつての設立者、伊助くんとノッチが毎週決戦を繰り広げた伝説の2人用カードゲームです。ブルームーンのリメイクですが、買うなら8種族と拡張が入っているので、旧作よりもレジェンド版がおすすめです。ある程度のやり込みは必要ですが、遊べば遊ぶほど楽しくなる、このゲーム、2人用ゲームの傑作です。かつてはうちのゲーム界に在籍していた伊助と連夜バトルを繰り広げていたノッチ。対戦相手に恵まれれば、こんな楽しいカードゲームは他にないのだ。いかがだったでしょうか。うちのゲーム界で人気だった国津屋作品ベスト10。まだ動画としてアップロードしていないものもありましたが、国津屋作品はまだ紹介しきれていないものがたくさんあります。いつかまた第2弾として出してみたいものですね。こんな企画になったのも、そもそもはブラック企業勤めの3人がいけないのだ。この動画を視聴した人は、3人のメンバーが歩いているのを見たら、どついても構わないのだ。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。